トライラの鈴木です。今回は After Effects のテキストツールをご紹介します。テキストツールは文字をサクッと作成するという感じで使われるので、設定項目を細かく見ていく機会もなかなかないのではないでしょうか。そこで今回は改めてこのテキストツールを確認していきましょう。まず新規コンポジションを作成します。名前をカット01にしてフル HD の5秒に設定します。次に背景を配置します。レイヤー、新規、平面をクリック。名前を BG01 にして OK を押すと、タイムラインに水色の背景が配置されました。文字を作成するにはテキストツールに切り替えるのですが、T のアイコンを長押ししてみましょう。横書き文字ツールと縦書き文字ツールの2種類のツールが出てきます。まずは横書きツールにしてテキストを作成します。選択ツールに切り替えて整列で画面中央に配置します。デフォルトではアンカーポイントが文字の中央下部に設定されています。アンカーポイントツールに切り替えると、文字のアンカーポイントを調整することができます。コントロールキーを押しながらアンカーポイントをドラッグすると、文字の中央にアンカーポイントを配置できます。ここから文字の設定についてお話しします。文字は画面右にある文字パネルと段落パネルの2つのツールを使って設定します。まずは段落パネルで文字の配置について説明します。現在文字は画面の中央に配置されています。選択ツールに切り替えて段落パネルのテキストの左揃えをクリックすると段落が左揃えになります。アンカーポイントも文字の左側に移動しています。次にテキストの右揃えをクリックすると段落が右揃えになります。アンカーポイントも文字の右側に移動しています。次にテキストの中央揃えをクリックすると段落が中央揃えになります。アンカーポイントも文字の中央に戻っています。続いて文字パネルについて説明します。まずはフォントファミリー。プルダウンをクリックすると PC 内にインストールされているフォントの一覧が表示されるので、マウスのスクロールホイールを回してフォントを設定します。また、現在のフォント上をクリックすると文字が入力できる状態になるので、選択したいフォントの頭文字をクリックすると、希望のフォントをすぐに探すこともできます。次にフォントスタイル。フォントスタイルとは文字の太さや形です。ここはフォントによって異なってくるので、お好みのスタイルで調整してください。次にスポイト。クリックしてタイムラインのレイヤーバーをクリックすると文字がレイヤーバーの色になりました。スポイトをクリックして変えたい色に合わせてクリックするとその色に設定できます。次に黒を設定をクリックすると文字が黒くなります。白を設定をクリックすると文字が白くなります。次に塗りのカラー。クリックするとカラー設定ダイアログボックスが出てくるのでお好みの色を設定できます。また下にある斜線のアイコンをクリックすることで塗りを無効にできます。次に線のカラー。クリックするとカラー設定ダイアログボックスが出てくるのでお好みの色を設定できます。また左にある斜線のアイコンをクリックすることで線を無効にできます。また右上の矢印アイコンをクリックすると塗りと線の色を入れ替えることができます。次にフォントサイズ。右にドラッグすると文字が大きく、左にドラッグすると文字が小さくなります。次に行送り。これは2行以上の文字じゃないと効果はありません。
右にドラッグすると行間が広くなり、左にドラッグすると行間が狭くなります。次に文字間のカーニング。文字と文字の間隔を調整することができます。テキストツールに切り替えて、手とキーの間に入力カーソルを配置してから右にドラッグすると間隔が広くなり、左にドラッグすると間隔が狭くなります。ですが、実際にはショートカットのオルトキーと左右の矢印キーを使った方が早いので実際にやっていきます。まず、文字間のカーニングの右にあるプルダウンメニューをクリックすると、デフォルトではメトリックスになっています。メトリックスは自動的に特定の文字がカーニングされます。オプティカルは文字のシェイプを元にして隣接する文字の間隔が調整されます。ただし、メトリックスとオプティカルは英語用テキストに作られているので、日本語ではうまく機能しません。入力カーソルを配置してから、オルトキーと右の矢印キーを押すと全体の間隔が動いてしまい、調整に時間がかかります。プルダウンメニューをクリックして0に設定すると、調整している箇所以外の間隔は動かないので、思い通りに文字の間隔を調整できます。次に選択した文字のトラッキング。一定範囲の文字間のスペースを均一にすることができます。右にドラッグすると間隔が広くなり、左にドラッグすると間隔が狭くなります。次に線幅。右にドラッグすると線が太くなり、左にドラッグすると線が細くなります。続けて線の設定を見てみましょう。まずは線の上に塗り、選択したテキストの線のみを塗りの上に表示します。塗りの上に線に切り替えると、選択したテキストの線のみを塗りの下に表示します。先ほどの線の上に塗りより線が太く見えます。次に全体の塗りの上に全体の線。すべての線をテキストレイヤー全体の塗りの上に表示します。次に全体の線の上に全体の塗り。すべての線をテキストレイヤー全体の塗りの下に表示します。ただ、全体の塗りの上に全体の線と、全体の線の上に全体の塗りの効果は、線の上に塗りと、塗りの上に線と効果は同じだと思います。Adobe さんのサポートにも確認をして検証をしてみましたが、結果的に違いを見つけることができませんでした。もし、この違いがわかるよという方がおられましたら、ぜひ教えてください。なお、線を設定しない場合は、これらの機能は表示されません。次に、垂直比率。右にドラッグすると文字の長さが高くなり、左にドラッグすると文字の長さが低くなります。次に水平比率。右にドラッグすると文字の横幅が広くなり、左にドラッグすると文字の横幅が狭くなります。次にベースラインシフト。ベースラインとテキストの間の距離を制御します。右にドラッグするとベースラインから文字が上に上がり、左にドラッグするとベースラインから文字が下に下がります。次に選択した文字に爪を設定。右にドラッグすると文字全体の間隔を詰めることができます。ここからの機能は基本的に日本語フォント向けではないので英語テキストを作成します。まず太字。文字が太くなります。次に斜題。文字が斜めになります。太文字と斜題は日本語でも実用することができます。次にオールキャップス。英語テキストをすべて大文字にします。次にスモールキャップス。英語テキストを小文字の大きさの大文字にします。次は上付き文字と下付き文字。上付き文字と下付き文字は元素記号や単位などに使える上下に配置する縮小したテキストです。
まずは植え付け文字。テキストツールに切り替えて植え付けにしたい部分を選択してから植え付け文字をクリックすると縮小したテキストが上側に配置されます。続けて下付き文字。下付きにしたい部分を選択してから下付き文字をクリックすると縮小したテキストが下側に配置されます。次に合字。合字とは複数の文字を合成して一文字にしたものです。フォントによって使えるものと使えないものがあります。フォントファミリーを平木の明朝に変更してテキストを作成します。FF を選択した状態で合字をクリックすると文字がつながりました。最後にヒンディー文字。ヒンディー文字とはアラビア語などでアラビア文字とともに用いられる数字です。アラビア語がインストールされていなければ特に気にしなくてもいいです。次に縦書きツールに切り替えて文字を作成します。色や線、フォントやサイズを調整することで様々なパターンの文字が作成できます。このようにテキストを作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。